いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今日も一緒に釣りの勉強をしていきましょう。今回のテーマはラインとアジングを解説していきます。ライン、釣り糸は釣りにおいて必要な道具です。しかし近年はとても種類が多く、何の釣りに何のラインを使ったらいいのか迷うと思います。この動画を見ることによってラインの種類や特徴、そしてアジングにおいてラインを選ぶ力を学ぶことができます。今回紹介させていただくラインのデータにつきましては、バリバス様のカタログを参考にさせていただいております。いつものように結論から見ていきます。今回の結論は一覧表となります。ゆっくり確認されたい方は動画を止めてご覧ください。次の順番で解説いたします。ライン選びのポイント、主な4つの素材、ラインの特性、素材の違いによる水中比較、まとめ、最後までよろしくお願いいたします。ライン選びのポイントを解説いたします。ラインはルアーなどの仕掛けを考えてから選びます。釣りの状況に合わせてラインを選ぶことも大切です。岩などがたくさんある岩礁地帯であれば、切れにくい耐摩耗性に優れたラインが必要になります。障害物の少ない場所であれば、耐摩耗性より引っ張り強度や細さに重点を置いてラインを選択します。また、自分が使う仕掛けやルアーに合ったライン選びも重要になります。素早くボトム、底まで沈めるのか、それともゆっくり落とし込むのか、あるいは完璧に水面に浮かせるのか、使うルアーや仕掛けの能力を発揮するラインを選べば超過もアップしてきます。ここからは表を活用して解説していきます。ラインの特性について解説いたします。深度は伸びが少ないほど感度は高くなります。ラインに荷重負荷をかけたときにどこまで伸びて切れたかを表すのが深度です。1メートルのラインが10センチメートル伸びれば 10% となります。ナイロンとフロロの差がないように思えますが、フロロは初期深度が低いため、実際の釣りでの感度は良くなります。比重は PE は浮き、フロロは沈みます。水を1とした際にどれだけの重さがあるかを示すのが比重です。1.5 であれば水より重いため沈みます。逆に 0.5 であれば水より軽いため水面に浮きます。ちなみに海水の比重は 1.03 から 1.04 と言われています。釣り方に合わせて特性を活用しましょう。結節強度はラインを結ぶとラインの強さが半減する場合があります。ラインを結んだ状態での強さを示す指標です。ラインを結び、徐々に引っ張る力を加えて、切れた時点での荷重が結節強度を表します。伸縮性の低い PE は引っ張り強度の約50から 90% まで低くなるので注意が必要です。数値は結束方法によって多少異なります。引っ張り強度は一定の負荷をかけた時の強さです。直線強度とも呼ばれ、ラインに一定の負荷をかけた時の強さを意味します。測る際には専用の測定器が用いられ、先端を固定し、ゆっくりと負荷をかけていき、ラインが切れた時点での値が強度を表します。12ポンドの表示は12ポンドに耐えられるという意味ではなく、この重さで切れるということを示しています。吸水性は水を吸うナイロンはコーティングに注目です。ラインが水分を吸収する度合いになります。ナイロンは吸水性が高く、吸水による性能劣化に注意する必要があるため、良質なコーティングを施したラインを選ぶ必要があります。また、PE は吸水性はないが、繊維の隙間に水分が入り込み、使用感に影響を与えることがあります。耐摩耗性は障害物の多い場所ではフロロが活躍します。ラインが障害物などに当たって擦れた時に表面が削られたり傷つくことを防いで強度を維持する能力を耐摩耗性と呼びます。一般的にはフロロの耐摩耗性が高く PE は弱いとされています。ただし素材やコーティングの技術の進歩で耐摩耗性は向上しています。主な4つの素材について解説いたします。ナイロンラインはしなやかさ、強さ、扱い
安さなどのバランスが良く、あらゆる釣りに安心して使える最もポピュラーなライン素材です。応用範囲が広いラインがナイロンです。また、癖がつきにくい性質でリールに巻いた時の馴染みが良く、キャスト時に扱いやすい素材です。多少伸びる特性を持っているので、衝撃を吸収するショックリーダーとして使われることもあります。吸水や紫外線による劣化が弱点となりますが、近年は製法やコーティング技術の発達により大幅にレベルアップしています。フロロカーボンラインは素材が硬いため、ラインに傷がつきにくく、また魚がかかった瞬間の初期の伸びが低いことが特徴です。岩などに対する根ずれなどの耐摩耗性や感度の良さが求められる釣りに最適です。PE ラインは引っ張ってもほとんど伸びないという強さがあり、同じ号数のナイロンラインと比べて 2.5 から3倍の引っ張り強度があります。しかし、摩耗に弱いことやしなやかさすぎるなど使うにはコツや練習が必要です。エステルラインは非常に優れた感度と高い比重が求められる釣りに最適です。非常に張りがあり、硬質でナイロンやフロロカーボンに比べて深度が低い特徴があります。また、吸水性がなく、耐摩耗性もナイロンより優れています。素材の違いによる水中比較について解説いたします。比重が軽い方から見ていきます。一番上が比重が最も軽い PE ラインです。水の比重1より軽いため、水面に浮くようにラインが張ります。そのため、ロッドを上げるなどルアーに動きをつけると、ルアーは上に向かって進むような動きになります。2番目がナイロンラインです。ラインの比重が水よりわずかに重いため、水面からやや沈むラインになります。水面の波の影響を受けにくい特徴があります。3番目がエステルラインになります。比重がフロロカーボンほどはありませんが、沈むラインになります。軽いジグヘッドをラインと一緒にしっかりと沈めることができます。最後に4番目のフロロカーボンラインです。最も比重が重く、狙った棚、深さに素早く沈めることができます。冬場の低水温期など、ボトム、低層にいる魚などを狙いたいときに使いやすいです。今回のまとめです。ラインとアジングの関係を中心にまとめていきます。表は左側になるほどアジングに適している特性になります。ナイロンラインは全体的にアジングには普通となっておりますが、ナイロンラインの最大の特徴でもある結節強度が最も高く、またラインの巻き癖がつきにくいことは初心者にとってとても扱いやすいという利点があります。初心者の方がアジングにチャレンジされる際におすすめなラインです。フロロカーボンラインは比重が最も重いため、軽いジグタンを狙った棚に届けるラインとしては最も適しています。他の項目は全体的に可もなく不可もなくといったところですが、引っ張り強度が普通のため無理な負荷をかけると切れやすくもあります。ややアジングに慣れてきた頃に使うことをお勧めいたします。障害物がある場所やボトム、深場を狙うアジングに最適です。PE ラインはいいか普通か両極端な特性をしています。特に深度と感度が優れていることはアジの当たりを明確に取るために重要な特性です。また、引っ張り強度も強いことでラインを細くできるため、軽いジグタンをキャストする場合の抵抗も少なくなります。しかし、PE ラインの特徴でもある比重が軽いことがアジングにおける深場攻略において風が強い日などの状況によってはマイナスになることがありますが、逆に風が弱い日はジグタンをゆっくりボールさせることができるプラスもあります。1g 以上のジグタンであれば PE ラインで対応できます。最後にエステルラインは良くも普通もなく一見突出した特徴がないように見えますが、他と大きく異なるところは深度と感度が PE に匹敵する特性を持ちながら比重が重いところになります。唯一アジの当たりを取りやすい高感度と深場を攻略しやすい高比重を両立しているラインになります。また、耐摩耗性にも優れているため、1g 以下のジグタンで
ボトムを攻略する際はエステルラインをお勧めいたします。今回の動画は釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。今回の授業は以上となります。ラインを選ぶ力が身について超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具を選ぶ力、潮や天気を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。釣りって学べる。